大阪なめてたなってところですよね。もうちょい来るかなとか思ってましたけど、まあなんかどうなんだろう。お笑いをなめてた元吉本芸人。32歳で一年発起した元うどん屋店長。紐生活から抜け出したかった元ニート。レベルのあれで言ったらもう素人集団、あんまりまあ大した店じゃないと思われてるんじゃないですか。どうせ東京から来て素人集めて高いお金を払ってこんな奴らに会いたくない。ここには素人が紛れ込んでいる。大丈夫か。この男がやらかした。昭和平成時代を歌えてく東京からでここへて。もう額わかるあれ、まあ、言ってたけど75万ですなあ。はい。75万お前稼いだことあるよ。ザ・ローランドショー開幕。グループの命運をかけた一世一代の大勝負。歌舞伎町のホストクラブを大阪に初出店。オープン初日、出来たてほやほやのお店とホストたち。いよいよ本番デビュー。初のシャンパンコールだ。どこか乗りづらいそのリズムと必死感。表情がとにかく硬い。眉間にシワを寄せる元芸人。そして裏返った声の主は薩摩系男子ノアだ。総額57万を超えていきました。そしたら世界に感謝の気持ちを込めて撤収。ありがとうございました。いや、魂困ってるね。シャンパンコール体もこんな感謝の気持ちがもうコールめちゃめちゃ良かったし、まあ、昨日もさ模擬オープンで良かったんだけど、今、まあ、グラートとさベレーポック入ってたじゃん。でグラートとベレーポックの、まあ、合計額、ここに紙こう持ちながらやってたじゃん。あれ目の前でお客様の目の前でやっちゃうとカンペあったらちょっと格好つかんやな。コールはすごい良かった。魂こもってて、まあ、もっとクオリティ上げていかないといけないけど、でもこうやって本番でやるときにカンペ丸出しでやると格好つかんから、しっかり覚えよう。入ったシャンパンの名前と合計金額くらいすぐ覚えられるじゃん、ね。OK。はい。まあでもコールは良かったよ。いや、ありがとうございます。この店の代表有志にとってシャンパンコール、略してシャンコはれっきとした売り物だ。だから後輩にも厳しい。お客さんに欠陥商品を出すわけにはいかない。宮崎やめてよ本当に。ちょっと音楽止めてよ。いやーシャンコも下手くそだし音響も下手くそだしね。これもう所作。はい、お前今日シャンパンコール任せたんやメイン。はい。お前全然ダメだよな。あのシャンパンコールマジで、あのシャンパン1本で50万円な。何回も何回も金額のこともさ、シャンパンコールがどれだけ大事なのも、オールコールってどんだけ大事なのかって、お前にすげえ何回も言ってるけど、ね、そのままやばいで本当にな。そして有志立案の待ってこいや。楽テーブル。明けの勝者人の素敵な素敵な舞台に。なんとなんと。よいしょ。なんとなんと。楽テーブル。明けの勝者人の。シャンコ1000本ノックの後は。でこっち側見たね、これ景色見たらすげえ最悪だよマジで。今まで何やってん本当にこの何ヶ月は。
久々にさこうやって早く来て俺練習しようってみんな練習見たら全然じゃん。営業前のシャンコノックにはここ大阪でもこだわっていた。シャンパンコールめちゃくちゃうまくないですか？うちめっちゃ気合い入れてるんで。いやあの人のシャンパンコールはちょっとびっくりした。あ、花道ですね。いや花道だけじゃなくて他の子もうまいめちゃめちゃうまいです。やっぱ僕の店じゃないですか。あ、なるほどですね。わかりました。さすがに BGM なるんだろうな。振りじゃねえかんな。BGM 鳴らそう。俺 BGM 鳴らないことある？そんなおもろい展開起こる？振ったらいかなる場合も落としてくれる。それがローランドの店。シャンパンコールめちゃくちゃうまくないですか？うちめっちゃ気合い入れてるんで。このお言葉まで事件の振りになろうとは。あれ来た。ありがとうございます。来た。あいやこれちょっとら。これも開けていい？開けてもいい？これ竹でおみで開けます？暴れない大丈夫。暴れない。シャンパンを入れたのはオーディション採用組ハルト。お願いします。経験者？はい経験者です。経験者なんだ。最高どれぐらい？最高430ぐらいです。今何してんの？今ニートというか紐というかそういう感じです。はい。紐してんの？はい。紐って家で何すんの？家でシーシャ吸ったりふざけんなよマジで。ふざけんな、家でシーシャしてない。トリックス見て。何食べんの？まあそうですね。ウーバー。ダメだもん。なんか俺がもう叩き直さなきゃいけない気持ちになってきたわ。つい最近までは紐とニートの二足のわらじ。そんな舐めた経歴の持ち主のもとには75万円の高級ボトル。てかナンバーワン候補じゃん、こうなってきたら。何がですか？今んとこ、いやてか今月。そして事件が起きる。75万円の対価となるシャンパンとシャンパンコールの華やかな演出のはずだったが、先導するのは新人コンティ。アルトさん、アルト王子のはい、首たまに谷発さらにアルトさん、アルト王子の目の前にはシャンコの鬼。目がヤバい。ハルト君の良さを言語化するのは難しいんですけど、これからナンバーワンとか取れるように頑張っていきましょう。よいしょ。よいしょ。あすがひろさん言うことがやることがかわいい。さあそして完璧。あとは DJ はあなたく欅の神に曲を書いていただいて笑顔すら凍りつく。ニート卒業させてよかったな。本当になんかもうシーシャ吸うなよ。奪いてすなお前。ギリギリセーフの雰囲気だが、こちらは謎の表情。今度シーシャ吸いに行こうなんか。はいどう今度せどうせ俺らが絶対ある本物シャバコ見たことないもの俺が出てくる CLUB クラブ大阪シャバ徐々にリズムを失うコンティについにユウシがタオルを投げる。おい大丈夫か。よっしゃシャンパンジャイありがとうございそしてついに昭和平成時代を伝えてく東京カントリーカントで超えていく心の空気を穏やかにして俺らをかかいつもどおりの状況。そう、これこそが本物のシャンコだ。オーディション組、なんか取り上げられているレイヤ君とかルイ君とか
なんかなんか紐になる前もなんか結構なんかいろいろ人生いろいろなんかねそんなみんなに顔向けできるような人生じゃないのでやっぱそんな爽やかな人生を送ってきたやつに負けたくないんでやっぱそうやなこっちはなはいアングラで生きてきてるんでやっぱそうだよそんな、スタバとかもなんか爽やかな人生を送ってきてるやつに負けたくないんでお前らフラペチーノ飲んでろっていう感じでやってるんでガチではいめっちゃおもろいよろしくお願いしますそうフラペチーノ飲んでやつ負けねえからなこれをジープ俺とは次元が違う。生まれ持った花がある。打ちのめされた。ちょっと来て失礼しました。まず音響ってやつとコンティはちょっとしっかり注意してよ。ローランドは今や会長。コンティに直接怒りをぶつけない。だからシャンコの鬼が行く。シャンコに込められた哲学を叩き込むために。コンティすいません、お前まあ今DJ の問題もあるけど、欅に関しては、まあ、DJ の方にも言うけど、まあ、まずもともとがダメだったよな。最初、欅始まる前に、まあ、額わかるあれ、まあ、言ってたけど75万です。なあ、75万お前稼いだことあるよ。それが数分で使われてるわけよ。まあ、それ意識してよ、なあシャンパンコールな練習してたけど、本番やってみてできなかったと、そうお前の努力不足や、練習不足やで、なこんだけ期間あったんだから、な前にも説明したけどどういう思いで入れてるとかあるやろ。今日オープンや、女の子は、オープンでハルトの顔立てたいからあんな額持ってきてやってくれてるわけよ。って考えてたお前やってて。いやまあその通りです。でやってお前考えてた。行く前はもちろん考えてました。金額聞いて小計から総額までちょっと練習不足で緊張してしまってすいませんでした。頼むよお前。さらにバックミュージックまでいつもと全く違った。なぜだ。まあお前音響やってた。やったんですけど、なんかその書いてるテンポに合わせたらそのテンポがなんか書いてるのが間違ってたみたいで。どういうこと？どこに書いてあるの？紙は書いてあるテンポどれ？紙ある？いや紙がない。どこに書いてあるの？ノートに書いてあって、多分テンポ上げるのと BPM 上げるので多分比べとしっかり違いがあったのかなと思うんですよ。もはや問題を特定し解決するだけだ。じゃあ、さっき何が敗因だったんですか？欅の神っていう曲でシャンパンコールやったんですけど音程が全然違ったみたいで、いつも練習してるので、で歌うというので狂ってて、ナイキンさんにも謝られたんですけど、でその後変わったユースさんはその違うテンポでも合わせて歌えたんで。一番ドア頭に戸惑っちゃったのは何なんですか？音楽を聴いた瞬間になんか違うとでその時に僕もわーっと思ったんだと。どうやらコンティだけのせいではない。現在32歳。1日で年下先輩2人に怒られたこの男。なんとか汚名返上したいところ。するとコンティ、まあ俺の宅で今シャンパン入ったから、もう一回これやって。わかりました。メイン通常ですか？通常ロジャーロゼだから通常、3文字目じゃないよ、通常のシャンパンコールね。わかりました。なのでしっかりと頑張ります。なんとあれだけの失態を晒した直後、もう一度チャンスをくれるという。じゃらか登場が早すぎる。またもや嫌な予感。有志がいから
じ人物とは思えないキラキラコール。そう、コンティにも十分花がある。負けるなコンティ。ありがとう。メディア露出も多いローランドの新店舗にもかかわらず、空席もちらほら。大阪なめてたなってところですよね。もうちょい来るかなとか思ってましたけど、まあなんかどうなんだろう、あんまりまあ大した店じゃないと思われてるんじゃないですか。どうせ東京から来て素人集めて、まあ有志はもうそれこそ売ってますけど、まあ言っても本当他の子たちはもう素人みたいな子ばっかりじゃないですか。なんかやっぱそう甘くはねえんだなとは思いましたよね。この日の売り上げの大部分は有志が仕込んだ1000万円シャンパンタワー。代表自ら営業をかけた。ただそれだと続かない。華やかさは集団に宿る。だから寄せ集めホストのバラバラプレイのままではお店は明日にも潰れてしまうはず。まあ2年後にこの映像見たらあんな時もあったなって言ってますよ絶対。見ている方がヒヤヒヤするオープン初日。モノトーンでまとめたザクラブはお客さんの目に都会的にスマートに映ったのだろうか。代表含めてリカバリーをまあやるっていうことはもう約束するよ。お前らがどんなミスしても最後頭下げるのは、まあ、俺ら運営側だし、変な感じの空気になったら何とかして、その空気を戻せるようにもう俺らが何とかするから。だから、本当口うるさく言うけどミスしねえで終わったやつに未来は俺はないと。チャレンジしないで、ミスもしないで終わったやつに俺は未来はないと思ってるんで、明日以降、もうアグレッシブにどんどんチャレンジしてほしいなと思います。そしてミスをしたらそれのミスをもうじゃあ次どうしたらミスをしないか、あのミスはこうやったら防げたかなっていうところを話して、自分なりに対話してやっていくっていうその作業の繰り返しなんで、明日以降チャレンジしっかりねしていくようにしてください。大丈夫ですか？はい。そういえば視聴者の期待値が圧倒的に高かったこの男。あとレアレアちょっと来て。正直にお客様、呼んだ方はそうじゃないので。オーディションで顔出し NG の秘密兵器レイヤだ。どうだった手応え？正直番号聞いた？ちゃんと聞きましたね。ああ正直それこそ注目度とかあって、それを話題にして結構いけるかなって思ってた自分が、どうしても中にあって、そう実はローランドショーは見たことありますか？ない？あ、終わった。僕のストロングポイントが今全部ゼロになりましたね。唯一の飛び道具、謎の顔出し NG ホストというキャッチコピー。しかしそんなことには誰も興味ない様子で、それで結果送りも取れずに、ゼロか。結果も取れずに、自分の中での出来はほんまにその時ってマジ0点なんですよ。お前に関して言うと正直注目度が高くなってて自分でもできるって思ってたその自信が、今日初日でそんな大したことねえな俺って思えるかどうかが結構大きいスタートラインだと思ってたから、今日逆に変に送りとか取れて飲み直しとかなるよりも将来的に多分今日の一日の方が多分いいと思うんですよ。だからまず自分がどこにいるのか現在地をしっかりと把握する。俺大したことねえなと思ったらもっと頑張んなきゃいけねえわけじゃん。その先に売れっ子ホストになれるっていうところがあるから、もう顔かっこいいだけで毎日のほほんと茶吸ってたら金持ちになれますんで、そんな甘くねえから、そこを今日理解してくれたんだったら俺はレイヤーにとっては悪い一日じゃねえかなと思うよ。OK、 じゃあしっかり掃除してこい。失礼します。おい、やりました。大手証券会社を蹴って迎えた初日。安定した給料なんてここにはない。後悔するには遅すぎた。